今日は私たち日本人にとって忘れることができないあの日からちょうど10年。私の人生もあれから大きく変わりました。前へ向かって進むためにも当時の日記を読み返し、その頃作ったレシピを再現してみました。はい、今日は豚のレバーペーストを作っていきたいと思います。まず適当な大きさに切ります。今日は東日本大震災からちょうど10年ですけど、どんな料理をしようかなと思う過去のブログを振り返った時に2011年の2月25日の日記でレバーペーストを作ってたんですね。その頃の記憶ということでレバーペーストを作ることにしました。塩を塗り込んでいきます。ここに牛乳、お水、ひたひたなるぐらい浸かればもういいでしょう。これを30分置いておきます。はい、それでは玉ねぎとニンニクと生姜をみじん切りしていきます。皮むきます。生姜、ニンニク、クローブも5粒ほど刻んでおきます。これをバターでたっぷり炒めます。はい、フライパンを熱してバターをたっぷり入れました。そしてここに刻んだ野菜入れていきます。玉ねぎと生姜とニンニクとクローブ入ってますね。でここにナツメグも入れます。胡椒、オールスパイス、はい、これはこれで火を止めて置いときます。はい、30分つけときましたレバーをします。水気を切ります。はい、火をつけてバター30、中火で炒めていきます。
ひっくり返したら洋酒を入れるんですけど、ブランデーがあればブランデー。今日はアリストクラータパラグアイのラム酒を入れます。蓋をしますね。はい、ここで先ほど炒めた玉ねぎとかニンニクなどを入れていきます。裏返して2分ほど経ってます。火を通しすぎても美味しくないので、時間をかけすぎないように注意ですね。ここで火を止めます。5、60度になるぐらいまで余熱でこのまま冷まします。はい、5分ほど置きました。余熱でこれをペーストにしていきます。ここで味見をして、塩気が足りなければもう少し入れます。ピンク岩塩をちょっと振ってみましょうか。それではこれを器に入れます。はい、パンを焼きました。これにレバーペーストを塗りましょう。はい、パンに塗って食べてもいいですけど、このクラッカーに塗っても美味しいですよ。レーズンをのっけるとこれがまた合うんですね。庭にあったミントや食用花も添えてみました。はい、レバーペーストの完成です。